ョコボの人気はなぜあるか。もうちょっとお辞めになってしまったんですけど、石井さんっていう元そうですね、デザイナーといいますかアイディアマンだったんですけど、聖剣伝説とかディレクターもおやりになってたんですけど、石井さんが考案した、シリーズでして、すごく個性的なキャラをお作りになるので石井さんお上手で、チョコもどことなく鳥なんだけど鳥以上の個性というのをすごく石井さんこだわられていて、そのアドバイスのもとにディフォルメもちょっと意識して作らさせてもらいました。で、なんでそんなに人気あるかというと、やっぱりみんなに愛される、でも独特の雰囲気を持って、しかも変幻自在に走ったり人乗せたりいろんなことがゲーム上使えるということですごく重宝がられてたんですよね。その辺のアイディアっていうのはやっぱり石井さんに追うところが大きいのかな。それを自分の方はディフォルメアーティストもすごくうまくディフォルメできる、板花さんに協力してもらって、さらにポピュラーな一般の皆さんにも可愛いなって言ってもらえるようなデザインにしてもらったのは、経緯だとは思ってます。チョコボのダンジョンの、デザインをするにあたって一番難しかったのはやっぱりキャラクターをいかにシンプルに作るかというところがあって、割と色で分けられるような世界だと思うんですよね。絵本の世界というか。なんで分かりやすいなるべく色を使って、キャラクターを出していくんですけれども、今回そのジョブが多かったりとか登場キャラクターも多いので、割とそこに色使いをどこに何色を持っていこうかという結構苦労した記憶があります。チョコボのダンジョン不思議のダンジョンがなぜチョコボにしたか。モーグリでもサボテンダーでもいいんじゃないかってもちろん、当時いろいろねデザインは考えたんですよね。ただすごく FF の中で、マスコットキャラクターとしてどのキャラが一番人気があったかっていうとやっぱダントツチョコボだったんですよね。だから、スピンオフでやるんであれば、ちょっと鳥さんっちゃ鳥さんなんだけどチョコボを主人公で一回やってみたいなというのはありました。そうですね、チョコボが世界中の方に愛されているんですかね。それはすごい嬉しいことだと思うんですけども、というかファイナルファンタジーのやっぱり象徴的なキャラクターってところでやっぱり各シリーズで初めて登場したのって2だと思うんですけれども、冒険を共にした仲間っていうやっぱり意識が強いんじゃないかなと思うんですよね。でその中で今回のチョコボのダンジョンの、チョコボ君はちょっとディフォルメされてて、少しなんですかね、可愛い方向には寄ってるんですけども、彼もまた一緒に冒険してくれる仲間になりますので、そういったところの仲間意識みたいなものが好きになってくれてるんじゃないかなと勝手に想像してます。どうしてもファイナルファンタジーの、ナンバーのシリーズっていうのはやっぱりテーマも大きいし、すごい長時間プレイっていうさあやるぞっていう気構えが必要なんですけど、もうちょっとカジュアルに遊んでもらいたいなと、もっとFF のキャラクターたちと楽しく触れ合ってほしいなというテーマはありましたね。だから年齢層がどうしても上がりがちな FF 本作に比べると、小さいお子さんから家族で結構遊んでもらえるシリーズに育ってほしいなっていうんで結構広げたところがあって、その割と自分の思いというかそういうのが結構残っていて、それが後の、ワールドファイナルファンタジーともつながっていくんですけど、やっぱりいろんな層の人に遊んでもらいたいというシリーズの一つですね。はい、なるほど。チョコボの今回のジョブに関して、いろんなジョブがあると思うんですけども、割とデザインで苦労したのはやっぱり黒魔同士が目の部分が暗くなってて光ってる目っていうのがいかに可愛い中でそれをやりきれるかっていうのが苦労しました。でデザインで好きなのはやっぱり白魔同士のチョコボってものすごく可愛くできたなと思ってて、ぬいぐるみがあると思うんですけど、そこにあるかこれですね、これなんかもそうなんですけども、ものすごくよくできたなっていうのがあったんで、ちょっと個人的には全部のジョブをぬいぐるみ化してほしいなって今思ってはいるんですけど、はい、そんなところです。FF ファンの方が、チョコボに魅力を感じるかということに関しては十分にマスコットキャラクターとしてはすごいチョコボが立ってると思うので、可愛いなとは思ってくれると思うんですよね。ただ可愛いだけじゃなくて、チョコボでもゲーム面白いじゃんっていうふうに思っていただければ幸せなので、その導入部分としては十分にアイキャッチとしては
可愛いんじゃないかなとは思ってますけどね。ファイナルファンタジーシリーズ全般の中でどのチョコボがお好きですかってちょっとなかなか難しいんですけど、チョコボが大活躍した自分の中のイメージはやっぱり FF7 の時にいろんなチョコボがあったね。山チョコボだ、海チョコボだっていう、そのマップの中にうまくいろんなチョコボがいて、それをこう乗りながら冒険できるっていうのは結構楽しかったなと。その街の中ですね、フィールドで結構いろんなとこ行けたのはすごい楽しかったので、やっぱそれが印象的ですかね。ファイナルファンタジーのシリーズを通しての中で一番僕が印象に残っているチョコボといえば、やっぱりファイナルファンタジー5の冒頭でバツと一緒にかけていく、平原をかけていくところっていうのがものすごくやっぱ曲と相まってとにかくワクワクしたんですよね。でチョコボの不思議なダンジョンを作る上でもチョコボをリフォルメする時に一番気をつけたのは、その時の駆け抜けるようなチョコボの可愛さと勇姿みたいなものをうまくギュッと凝縮できないかなっていうのに気をつけてデザインをしました。なので、5のチョコボが一番僕の中では印象に残って大好きなチョコボです。チョコボのダンジョン系の何が楽しいのかっていうご質問だと思うんですけど、それに関してはあれ結構中毒性があって、どんどんフロア下がるなり塔上がるなり、設定はいろいろあるんですけど、それぞれ頑張って先へ進めば進むほど結構いいアイテムがもらえたりするんで、あともうワンフロアって突き進んでいっちゃうんですよね。でそこに落とし穴があって急にやっぱり強い敵が現れると全滅しちゃったりして、っていうふうに終わっちゃうんですよね。でもう一回で何度かクリアしたいと思うのが、そこが結構ゲームのツボといいますかね、へそになってて、そこにみんな目指してハマっていっちゃうんですよね。それがだから楽しいところではあるとは思いますね。はい、チョコボの、不思議なダンジョンに関して僕が一番伝えたいところとしましては、今まで主人公の相棒としてだったり乗り物だったりとかして一緒に旅してたチョコボが今回主人公になって、いかに人々を助けたりとかその世界で活躍するかってところをまず見てほしいんですけれども、その中でそのダンジョンシリーズっていうのはものすごく奥に行けば行くほど難易度が上がっていく。でしかも割とすごいボスオメガが出てきたりとか、ファイナルファンタジーでおなじみな強力なボスなんかも出てくるので、その強敵といかに彼が立ち向かえるかみたいなのっていうのはそのユーザーのプレイヤーの皆さんの腕にかかってますので、ぜひ今回主人公になっているチョコボくんを皆さんの手で活躍させていただけたらなと思います。もう一つダンジョンが楽しいところはそのアクションゲームじゃないんですよね。だから何マス行ったら敵に遭遇するから多少遠隔攻撃してみようとか、何マス行ったら宝もゲットするから無理したくないとか無理しようとかいうのを自分が画面見ながら結構考えられるんですよね。でその考えているところが結構幸せなので、アクションゲーム苦手な方でも工夫してクリア型なんで、誰でも遊びやすい間口にはなってるかなと思いますね。チョコボの不思議なダンジョン遊んだことない方にね、アドバイスするとすればですね、すごく可愛くて楽しくて、しかも1000回も遊べるみたいなギミックがたくさん入ってます。でアクションが苦手な方も全然敷居が低いし遊びやすいゲームになってるんで、ハマればですねどんどんいろんなフロアに行きたくなるので、ぜひトライしてほしいなと。